社会の森に戻るのか、それとも森の外で楽しく暮らすのか、どっちも選ぶことができます。はい、おはようございます。朝メンタルクリニックの院長増田です。本日は社会の森へ戻るのか、森の外で暮らすのかというテーマでお話ししようと思います。コメント欄とかでですね、よく見るのは、発達障害が治っても苦しいだけだから治らない方がいいとかですね、うつが治ってもまた苦しい生活に戻るだけだから治らなくてもいいとか、いうものを見ます。で、その人たちはですね、どういうふうに考えているかというと、この社会っていうか健康的なものと病気のこの2往復しかないと思ってるんですよね。だけど本当はですね、中間に不運っていうものがあって、で森の外で暮らす自由っていうのもあるんですよね。マイノリティとして生きるっていう生き方もあるんです。だけどそれがあまり想像がつかなかったり分からなかったりするようです。で、今回はそういうことをですね、中心にお話ししようかなと思います。はい。でですね、まずいつも僕が使ってる図ですね。だから、精神疾患っていうのは、健康から病気になるわけじゃなくて、中間に不運とか不幸とか呼ばれる、高ストレスな状態を挟みますよという話です。一回健康的な人はこういう不幸な状態、不運な状態を経て、病気を発症する。なぜかっていうと、精神疾患っていうのは遺伝子プラス、ストレスの2つ揃うことで発症するんですね。だから、大体の人はですね、この不運な状況を経てからこっちに行くという感じですね。で、薬とかを使って症状を軽くしてあげることができるんですよね。妄想があったら妄想を取るとか、そのような症状を取ってあげる、ひどい病的な症状を取ってあげることができるんだけど、取ってもですね、また不運な状況に戻るだけなんですよね。だから確かによくコメントで見る通りね、発達障害がね、ミスが減ったからといって楽になるわけじゃないよと。だからそれだったらこっちにいた方が楽なんじゃないかという意見があるんですけど、そうっちゃそうかなという気も確かにしますね。また病気になるんであればね。でもこの状態っていうのが不幸なのか不運なのか、でもここにいることは生きていけないのかっていうことですよね。だから社会っていうものとか健康的な人たちの集団から外れた場所にいた時に、ちょっとこういう森の外で生活し続けることっていうのはダメなんですかということです。例えば生活保護をもらいながら生活するとか、障害者年金もらいながら生活するとか、福祉の力とか家族の援助を受けながら生活するっていうことは劣ってることなんですかとか、不幸なことなんですかということになるんですね。そういうことを言う人たちは、それは生きている意味はないんじゃないかとか、この外で生きていることはダメなんじゃないかと思うみたいです。でもそんなことないんですよね。みんながみんなこの中に、病気の人がこの中に戻ればいいと僕は思ってなくて、外で生きることもとても重要だし、生きる楽しさってあるんですね。だからそれを伝えたいなと思っています。で、僕個人だって僕はここら辺で生きてる人間なんですよ。だから医療の世界でいうと医局とかそういう医者の集団っていうところがあって、僕は開業医だし、何か学会とか何かを専門とかをやってるわけじゃなくて、結構外れたところにいるんですね。もちろんその中のことは中にもともといたし、別に中に戻ることもできるんだけれども、僕は外側で生きることをどこか選んでいるんです。で、それはそうだろう、なんていうのかな、それが別に誇りとは思ってないですけれど、でも、僕は患者さんと治療していく中で、自分が社会の中にいる、ここの安全地帯の中から臨床していることにすごく嫌な気持ちがしちゃったっていうのも正直あります。だから自分はお酒を飲んでるのにアルコール依存症の治療をしてるなんて、嫌だなと思っちゃったから断酒してるとかね。いや、じゃあそれまでの10年間は何だったんだって感じになるかもしれないけど、でもそう思ってしまった時があったり、その性的な虐待とかを見てるにもかかわらず、自分がそういうね、女遊びとかをしたら絶対良くないなとか思ったりとか、そういうところはありますね。それは同じ場所に外側にいたいというか、一緒に いることでしか僕は皆さんに何かをしてあげられないんじゃないかっていう思いもあります。もちろん勤務医がダメとかそういうわけじゃないですよ。ただ僕は
なんか心にいて、そしてこういうところからこのね患者さんたちを見ていきたいっていうのが、ありますね。でただ僕だけじゃなくてですね、その社会の中、本当の意味での社会というか組織の中で生きてない人たちともたくさんいるんですよね。だから社会とか組織が求める能力と異なる能力を持つ人たちってたくさんいて、 YouTube とか見てるとやっぱりそういう人たちってたくさんいるなと思います。なんかそういう人たちがなんかこうね、時代が変われば評価されていた才能を持っていた人たちがなんかねこう叫んでるような感じっていうのを動画を見ながらなんかすごく感じますね。だから今まではテキストを書けなかった人たち、文章でしか、本でしかそういう声っていうのは届かなかったんだけれども、本を書けなかった人たちが動画っていうものを動画を撮るっていうことを動画を撮るっていうことで届けられるようになってきた時代だなとか、なんかいろいろ考えますね。で外側にいても楽しく生きてる人たちっていうのはたくさんいるんですね。だから精神科の患者さんで生活保護をもらいながら楽しく生きてる人ってたくさんいるんですね。でいろんなことを教えてくれますよ。だから時間が結構あるから本屋、図書館とかよく行くんですよね。でそういう患者さんがこの本面白かったよとか、この本にはこういうこと書いててこうだったんですよとかといろいろ言ってくれるんですね。でだから僕ってねあんまり勉強しないし本読む時間ないんですけど、いろんな患者さんからいろんなことを教わるのでなんかねいろいろ知ってるんですね。だからなんかね褒めてくれる時もあるんですよ。増田はそのなんだろうな、そういうね、難しい専門用語を使わずにいろんなものを抽象化してこう自分の言葉で説明しているからすごいですよねとか言ってくれるんですけど、その場ではね言わないですけど、専門用語を噛み砕いたものを結構教えてもらってるんですよね、患者さんから。だから結構知ってるっていうことだけなんですけど、何の話やって感じですけど、とにかくね外側にいても結構楽しく生きれるんですね。ただ外側にいることをで自分を責めちゃう人たち、自尊心が低下しちゃう人たちっていうのがやっぱいます。だからなんで自分は会社の中で働けないんだろうってことでずっと悩んじゃうんですよね。でも、資産家のね人たちっていうのは別にその働いてなかったりするので、生活保護の人と資産家って何が違うんだろうとか時々思いますね。で何が違うのかっていうとやっぱり多様性の欠如なんですよね。あと想像力の欠如だったりしますね。だから生き方のバリエーションが少ないんですよね。そしてそれを想像することができないというか、人生はこうあるべき、これしかないんですよね。この一通りか二通り数パターンの生き方しかないし、幸せのパターンもそれしかないと思ってるんです。だけどそんなことはないし、生き方って多様なんですよね。だから不幸の数に比べると幸せの数ってもっと多様で、他の人から見たらこれ何が幸せなのって思うものも本人にとっては幸せっていっぱいあるわけですよ。だって僕もそうですよね。増田先生大変ですよね。精神科の仕事やって休む暇もなくてとかね、で空いた時間があったら YouTube と大変ですよねって言われますけど、僕は大変っちゃ大変だけど精神科臨床も好きだし、YouTube 撮ることも好きなんですよね。で YouTube を撮ることはテレビに出るとか、おそらくですねテレビを出るとか有名人と一緒に喋ったりとか何かを作るよりも僕は多分こっちの方が楽しいんですよね。一人で動画を撮ってる方が。だからなんかねそうなんですよ。そうなんですよね。だけどこう多様性があんまり想像できない人にとってはそれも不幸に見えちゃうのかなっていう気はしますね。でこの多様性が欠如している人たちっていうのは想像力がやっぱり不十分だったりするんだけれども、じゃあなぜ想像力が不十分かっていうと、発達障害という問題、もともとのそういう想像していくとかクリエイトしていく才能というかね、脳の問題、脳の資質、能力が低い場合もあるし、あとトラウマですね。そういう虐待の影響とか何かがあってその想像力を十分に発揮できない、何か傷があるから想像力を動かそうとした時に自分で縮こまっちゃう、不安になって縮こまっちゃうっていう問題があったりするのかなと思います。でこれらが複雑に絡み合ってパーソナリティ障害みたいなことが起きたりもすることもありますよねということですね。だから治療っていうのはですね、病気の症状をとって不運な状況に戻った時に、こっからですね、例えば発達障害の人で SST って形だったりとか、そういうコミュニケーションのトレーニングをゆっくり積んでいくことでこっちに戻っていくってこともあればですね、この外側でですね、楽しく生きていくやり方、
まあ自分はこれでもいいなと、こういう生き方も悪くないかもしれないなと思って、ここでですね、外側で留まるという生き方も選べるんですね。だから社会の森に戻るのか、それとも森の外で楽しく暮らすのか、まあどっちも選ぶことができます。で、治療の中でじゃあどうやって想像力をここからここに戻るにしても、まあ、ここで暮らすにしてもですね、まあ、想像力を鍛えてあげる必要があるんですね。で、想像力を鍛えるにはどうしたらいいのかっていうと、まずはその内在化というかロールモデルをきちんと、少しずつ増やしていくってことですね。だから自分の中にいる他者、自分の中でなんかあなたはこうしたいんじゃないって、僕はこう思うよって言ってくれるようなキャラクターをですね、作っていくってことが大事なんです。作っていくっていうか取り込んでいくってことが大事なんですね。だから良くなっている患者さんっていうのは勝手に話が進むんですよね。いや、増田先生はこう言うかもしれないですけど、私はこう思うんです。でもそう言ったら増田先生こう言いますよね。だから私はこう思うんですけど、どうですかとか言ったりするんですよ。いや、僕何も喋ってないけど、何外来で勝手に一人でも落語みたいにしてるのみたいなことが起きるんですよね。だから増田先生はこう言うと思うけど、お母さんはこう言って、その時お父さんはこう言うんだけれど、私はこう思う。そういう時に増田先生はこう思うと言ってくれると思うから、お父さんお母さんにもこう言いましたみたいな感じで、こう内側にね、こういういろんなキャラクターが出てくる、いろんな登場人物が出てくると、やっぱりこう豊かになってる、想像力とかが豊かになってるし、多様性も広がってるし、なんかね、患者さんは良くなってるなと思います。で、これを取り込むための喋る場所として共同体っていうのが必要だなと思うんですよね。だから自分はこう思うんですって言った時に、こう言いながらやっぱりこうどんどん自分の中のなんかね、アウトプットしながら自分の中のなんていうキャラクターたちを育てていく必要があるので、まあ話のね合う人たち、仲間っていうのも必要なんだろうなと思ったりしますね。それは診察室、最初は診察室の中だけかもしれないけど、それが福祉の人だったり、当事者の人だったり、まあいろんな形で共同体っていうのができていくのがいいんじゃないかなと思います。で、じゃあどうやってこの話をするかっていうと、まあ、基本的には、まあ、別に何でもいいんですよね。畑仕事をしながら何かを取り込むでもいいし、料理を一緒に作りながら取り込むでもいいし、なんか仕事しながら誰かのキャラクターを受け取るとか、スポーツしながらこう相手のねこう考え方を吸収していくでもいいんですけれど、まあ目的は何でもいい、何を一緒にやるかっていうのは何でもいいっちゃ何でもいいんですけれど、まあよりねダイレクトにやるといえば何かを学ぶっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。だから材料が増えてくるんで、だからどういうことを学ぶかっていうと、脳ってどういうものなんだろうとか、人間の脳みそっていうのがあって、科学的な視点で見ると人間はこういうことを考えがちだなとか、そういう脳の仕組みとかですね、脳の特性を理解したりとか、言語ですね、言語とか文化とか言葉によって僕らって支配されているので、どうしても言葉によって縛られているがゆえに常識の外で考えることができないんですけれども、そういう言語らしさっていうものも理解していく必要があるし、そういう言語らしさを理解していくと無意識ですね、脳の特性とか言語らしさを理解していくと自分がやってる無意識的なもの、無意識の行動も理解できるし、集団ですね、集団がどうやって無意識に動くのか、集団の特性だったり、なんていうのかな、集団が行う振る舞い方をシミュレーションしやすくなったりしますね。例えば A さん B さん C さんがいた時に、まあゲーム理論みたいなもんですけど、A さんは出世を狙ってるからこういう時にこうするだろうし、 B さんは A さんにくっつくだろうから、そういう時にこういう発言をしたら多分、みんなからフルボッコにあるから、ここは発言せずに、B さんに従っとこうとか、まあそういう集団内での駆け引きを覚えたりする必要もありますし、あとは物理的な現実とか社会的な現実とかを知るっていうことも大事だし、自分がこうだっていう思いにとらわれるんじゃなくて、しなやかにですね考えつつ、ここでは損をするかもしれないけれど最終的には得をするから、こうやろうとか、まあ、柔軟に考えれるようになるとか、柔軟に考えるにはどうしたらいいのかっていうのを語り合うとかもいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあそういうことをやっていくと、まあ外側で生きるね、その組織の外で生きるってことも受け入れられていくし、楽しめるんじゃないかなと思います。はい。まあ僕個人もですね、じゃあどうしたらいいんだろうって日々臨床のこと考えてますけど、まあ YouTube をなぜやってるかと
とか、オンライン自助会は何やってるかっていうと、ここのためにやってるんですよね。だから僕とかこういう精神医学の話とかをすることで、こういう僕みたいな大人がいるんだよってことを、虐待を受けている人たちに伝えたいっていうのはありますね。虐待とかがあって何か人を信じられないことになっている。そしてその、優しい両親がいなかった、教育的に虐待が過ぎた。だからなんかこうすごくね、心閉ざしている子たちがいた時に、YouTube 上かもしれないけれど、僕みたいな人間がいて、で、こういう人もいるんだと思うきっかけがですね、多分こう目が開くとですね、あれ増田みたいなやつって別に友達にもいるじゃんとか、あの先生って増田先生に似てるなとか、学校の先生も増田に似てるなとか、上司も増田に似てるな、増田ってなんか変わってるし変なやつだと思ってたけど、増田っぽい考え方する人って結構普通にいるんだなってことがわかると思いますね。だから世の中の人って悪いやつもいるけど、結構8割ぐらいの人は親切なんだなっていうことに気づくと思うんですよね。だからYouTube をやってたりとか、オンライン自助会をやったりしてますね。でオンライン自助会なんかは本当にすごいよね。僕よりも優秀な人たちがいて、でこういうふうに考えてますとか、いろいろ患者さんの話を自分でして自分で癒すみたいなことをやったりしてますね。僕はここで集まったらって言ってるだけですね。はい。本当になんか面白いなと思いますけど、でも僕は僕ができることをやるっていう感じですね。はい。ということで今回は、社会の森へ戻るのか森の外で暮らすのかというテーマでお話ししました。患者さんはですね、常に社会の中に復帰しなきゃいけないという強迫観念にとらわれてますけど、そんなことはなくてですね、それなりに森の外で暮らしていく楽しみっていうのもあるんだよってことを、お伝えしました。では以上でこの動画終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。